今回は朝ちゃんフレームを組み込んだ DD の気になる点とか可動範囲が広がりそうなところの改良をチャレンジしてみます。今回の動画ではソフビをカットしたりする部分があるんですけども、カットの方法も結構試行錯誤なところがあってですね、確実にそれを保証するものではないので、あくまでも一つの参考としてですね、ご覧になっていただければ嬉しいと思います。あとですね、カッターの作業が結構出てきまして、ソフビカットする場合、硬いのでスパンと手切っちゃう場合があるので、もしこの動画を参考にカッターを使う場合は十分ですね、怪我に気をつけてやられてください。この後ですね、ドールの分解パーツが出ますので、ウェット系の方はご注意ください。朝ちゃんちのフレームを組み込んで動画作った後にいろいろポージングを試してたところ、ちょっとなんか変だなっていうところがありまして、それがですね、太ももの関節ですね。これがこんな感じでギュ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 動いちゃうんですよ。で、ブランブランしてるんで、ポージングとかすごくやりにくかったんですね。最初全然気づかなくて、朝ちゃんちのフレーム、この細いからこういうのが普通なのかなって思ったんですね。ちょっと変だなと思いつつ MDD を組み上げたら、この膝は特に問題なくブランブランこうしないので、なんでだろうと思ったんですね。これは私のそもそものポンなんですけど、これですね、よくよく見てみたら中で棒が外れてたんですね。だからこれをですね、きちんとつなげ直したのがこっち側なんですけど、これもですね、まだ遊びがあるので、もう少しこれ中身を見てみたらですね、ちょっと外します。こういう感じでここの部分に遊びがあるので、これが空洞が空いてるのでですね、ふわふわしてしまうんですけど、このフレームをばらしたところですね、ここにネジがついてたんですね。で、これを外して、この棒がこっちのここまで出るようになって、ここでネジ止めができるようになってるんですね。DDS とかに対応するために短くするたり長くするようだと思うんですけど、これでですね、長くして付け直したら結構ぴったりなんですよ。ちょっとつなげてみますね。これ今中の棒を伸ばして、接続したんですけど、さっきよりここの遊びが少なくなったと思いませんか？まだ若干のゆとりっていうか遊びはあるんですけど、これをもっと限界まで上に引っ張れば、膝の関節とここまでの関節がこう、なんていうんですか、押し合って遊びがなくなるんで、先ほどのですね、ちょっとこっちも外すんですけど、この部分のネジですね。DD はここじゃなくて、これを外して、でこれをですね、引っ張って抜くとここにネジの穴があるんで、これをですね、ここの下側の部分に合わせて止めてあげると、この太ももの長さにちょうどよくなるんじゃないかなと思います。私はこれでですね、しばらくセッティングして遊んでみようと思ってます。これがまず1つ目ですね。では次、膝の関節です。膝の関節はこうやって曲げるとグググーっと結構曲がります。ここでソフビが当たるんで、この距離が限界なんですけど、まずですね、この限界を突破するためにちょっとここの部分を加工するのと、正座とか女の子座りをした時にいちいちこのソフビのこの部分がですね、この内側の出っ張りが当たって結構スムーズじゃないんで、外皮の裏を削っていくっていうのをやってみます。で、一旦分解します。カットする部分を分かりやすいようにマジックで描いてみますね。で、こんな感じですね。黒い部分をカットします。こちらは膝を曲げた時に膝の関節がここに
当たらないようにちょっと切り込みを入れるんですけども、こちら側は外皮が結構厚いので、この外皮をですね薄くするという感じにこの黒い部分をカットしていきます。ただですね、いきなりソフビをカットするってすごく怖いと思うので、一番の練習方法はですね、胴体の部分をカットして練習する方法がいいかなと思うんですね。これミクさんの胴体なんですけども、この上の部分っていうのはほとんどですね機能していないんですね。なのでここがソフビのカットの練習に向いてます。ソフビはとても硬いのでですね、カッターのこの刃の方に力を入れると、スパンと結構大きな怪我をしてしまうので、ソフビをカットする場合ですね、ここの部分っていうのは練習でとてもやりにくいんですけども、例えば指で押さえて刃の動きを必要最低限にしたりですね、未来スターのダニーさんの動画でもうよくあるんですけども、刃を動かさないでソフビを動かしてカットする。ここはそれがすごいやりにくいんで全然参考にならないんですけど、そういう動きの練習をするといいと思います。で、ソフビはですね、一回こう切って止めちゃうととても表面が結構汚くなるんで、それも結構コツがいるんですけど、最初はあんまりそれを気にしてたらできないんで、この部分でソフビのカットするっていうイメージをつけた方がいいかなって思います。あとカットと同じようにソフビのこの面を薄くするっていうのがあるんですけど、例えばこういうところですね、かなりソフビの厚みが厚いので、ここをですね斜めにこうカットしていくんですね。そうするとこの断面を薄くするっていうことができるんですけども、でこの時もなるべく刃をこうやって動かすと、こういったところに指があるとサクッていっちゃうんで、もう指はこのナイフの延長線上には指は置かず、ナイフを押し付けながらソフビを引くみたいな、そんな動きが必要かな。でここで気をつけなければいけないのはこういう指が出ないことですね。だから結構怖いんですよね、ソフビのカットって慣れないと。ちょっと話ずれましたけど、こういった感じでここでカットした時のようにソフビの断面を薄くするっていうのがここにで使うテクニックですね。なので練習する時はここでですね思いっきり見えないのでこう薄くする練習とか、カットするイメージ作りですね。ソフビってこんな感じで切れるんだっていうのができると思います。このナイフは100均の刃とオルファさんのなんですけど、両方とも100均でも全然大丈夫ですし、なるべく新しい刃を使った方が逆によく切れるので作業しやすいと思うので、100均で全然十分だと思います。じゃあまずですね、この部分ですね。この部分はコツっていうのはあんまりちょっとないんですけど、一回こう刺していって、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ動かしていって、こう先を回転させていきます。でこれでナイフを動かすと危ないんで、ソフビを回転させる方が安全ですね。こっちを押さえる力とこっちで回転させる力を五分五分ぐらいにしてこうゆっくり切っていくといいと思います。で私はマジックで描いたんですけども、実際はマジックで描く必要はないので、イメージしたところをカットすればいいと思うので、マジックで描いたところはシンナーで色移りが残っちゃうんで、これはあくまでも本当動画用で色つけてるので、実際にカットする場合はですね色つけない方がいいと思います。初っ端から切りすぎると後で後悔する場合があるので、1回目は控えめですね。
同じようにですね、この裏面をカットしていこうと思うんですけど、これはですね、もっと近くしようか。ちょっと近くしました。この裏を切るときは、この角はなるべくもう残しておいて、その裏面をこう斜めにカットしていく感じで。これもいきなりたくさん切らないで、ちょっとずつちょっとずつ切っていけばいいと思うんですけど、私マジックで変えてしまったんで、マジック触るとですね、もう黒い色がどんどんいろんなところに移っちゃうんで、結構やりづらいやり方してるんですけど、もっとなんかこういうクリップとかでこう開いたりして、この面をずらしてですね、中が見えるようにやってるんですけど、でこれももうゆっくりですね。本当にゆっくり。切りすぎないようにゆっくり。ここもナイフをなるべく動かさないように。ここでですね、ナイフを動かしちゃうと、こういうところに切り込みがプスパーンって入っちゃうんで、電熱ペンを持ってれば修復できるんですけど、電熱ペンを持ってないととても悲しいことになるので、こう少しずつですね。クラフト用の鉗子とか持ってると、もしかするとやりやすいかもしれないですね。で、私は動画を撮るのにこういうやりにくい角度でやってるので、多分ですね、もっと持ちやすい、やりやすい角度だったら、全然もっとやりやすいと思います。でここ難しいんですけど、ここもこういうグリッと一周するような感じで、なるべく一度にやらずに何回も何回も繰り返して薄くすればいいので、これを何回か繰り返します。この幅がですね、1ミリか2ミリぐらいまでいけばいいかなと思ってるんですけど、でなるべくですね、ここの裏側ですね、こういう裏側をカットしてあげると、ここの外皮が柔らかくなるんで、その関節を曲げやすくなるんでですね、裏側重視でいいと思います。でこれで注意が必要なんですけど、あんまりここブスって刺しすぎると、こっち側に穴貫通しちゃったり、硬いなと思って、グググってやったらこっちからですね、刃が出て、手切っちゃうとかっていうのもあるので、そういったところもちょっと十分注意しながらですね、切った方がいいと思います。側首結構硬いのでですね、割と力入っちゃうんですよね。で力が入りすぎると大体怪我をするので、側首が柔らかくなったかどうか判断するには、こうやって側首を触ってあげると分かります。元のと比べたりしてですね、薄くするとかなり柔らかくなるので、もう触り心地で分かると思うので、
こう揉んでですね、硬いところがあると、ここまだ側壁が厚いんだなっていうのが分かるようになってくると思います。分かってもですね、そんなにこの側壁のカットってやる機会ってないんですけど、一度組み立ててどれぐらい曲がるのかっていうのを試してみます。つなげてみたんで曲げてみようと思います。グリ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 って、なんか曲がった気がするんですけど、多分ですね、そんなに変わんないと思います。これ加工前ですね。このぐらい。ちょっと違いますね。なぜかっていうと、ここがやっぱり硬いので、この関節ができってないので、ここを柔らかくしたことでこう曲がる角度が大きくなったっていうところですね。ちょっと見にくいんですけど、ここに開けたくぼみですか。くぼみ分、ちょっとこっちの関節が手前に来るので、もっとよりここがこうぴったり曲がる感じになってるってところなんですけど、これ以上はどうなんだろう。曲がるのかな。これ以上負けてどうすんだって話もあるんですけどね。もう少し頑張ってみましょうか。卵型にカットしてみましょうか。あんまりここカットしすぎると膝関節がベロッと出てきちゃうので、あんまり良くないと思うんですよね。で、抜き差しするときにここの内側がですねベロベロ引っかかるんで、この内側もちょっとですね、さっきの斜めにカットするという要領で薄くしてみます。こういう部分はですね切りづらいんで、ハサミとか毛抜きとかでピッて切っちゃった方がいいと思います。で、こっち側なんですけども、この裏はですねあんまり広げたくないんですけども、この関節がもっと出るとですね曲がりやすくなると思うので、これもマジックで描こうかな。ちょっとこのぐらいカットしてみます。で、こう切るときにとても力が入るので、ここブーってならないように要注意ですね。で、この裏側ももし厚かったらちょっとだけ薄くします。で、ここの部分を切る時のちょっとした注意点なんですけども、普通こう U 字型でやるんですけど、今参考でこんな感じで切ったんですけど、こういう V 字型でカットするとですね、だんだんここがですね、側壁がだんだん裂けてくるので、必ずですねこういう切り込みに状態にしないで、こう斜めらかな U 字型にしないと、後々ですね遊んでいくとだんだんここの側壁が切れていくっていう状態になってくるので、必ず V 字じゃなくて U 字に
した方がいいです。でもう一回ちょっと組み立てます。この組み立てがめんどくさいんですけどね。ではまたこれでテストしてみます。今すごく抜けやすいのはこっち側にですね、足パーツがついてないんですね。なので抜けやすいのでこっちつけた方がいいと思います。はい、これで曲げてみます。ちょっと曲がりが良くなりましたね。この関節がもっとこの内側に寄ってきたのと、ここの部分ですね、よりカットしたので関節がよく出ていると思います。これに比べるとこの関節が出てるのがわかると思います。これがですね、膝の加工ですね。多分これぐらいやればいいんじゃないかなと。あとはこのふくらはぎのところがもう当たっちゃってるんで、この部分を薄くして柔らかくするとか、そういうことをしないとこう本当のペタンっていう正座には、できないんじゃないかなと思うんですけど、限界突破いけるか。限界突破やってみましょうか。じゃあせっかくの動画なんで、これは参考程度でいいと思うんですけど、もう少しですね、ここの部分を切り込みを入れてみたいと思います。結構ガクガクなんで、これ何回かこうやってですね切ってきれいにするしかないんですけど、ソフビってですねこう何回も何回もやるに従って汚くなっていくんですよね。なぜかソフビ加工は難しいです。もう少しいけそうですね。ここをもっと薄くして、ここが限界ですね。あとはやっぱりふくらはぎをもっとここの部分を削って薄くして柔らかくするとペタンっていう感じができると思います。膝はこれで以上です。おしまいとか言ってたんですけど、女の子座りがどうなのかっていうのをちょっとやってなかったですね。これは加工した足なんですけど、こういう感じで横にするときにちょっとここの部分がぶつかるので、ここをカットしてあげると女の子座りがもっとやりやすいんですけれども、さっきソフビをカットした人はわかると思うんですが、ソフビをですね綺麗にカットしたり、あとヤスリがけをするって結構難しいので、もう足を見せないっていうんでしたらこの部分をカットしてあげるといいと思います。やってみますね。でもう一回マジックで描いてみます。この部分ですね。こうやって曲げてみてまだぶつかるようでしたら内側を削るといいと思います。人によってはですね、動きを優先するのに外皮をガリガリにカットして見た目は気にしないっていう方もいらっしゃるので、写真のポーズにこだわるんでしたらそういうポージング用の本体っていうのも持っておくともしかするといいのかもしれないですね。お財布大変ですけど、もっとペタンってなるんでしたらもっと切った方がいいですね。
も限界だと思います。ここでもっとこれを薄くすればいいんですけど、これを薄くする自信がないので以上で、女の子座りはこれが限界。もともとはこんな違い。やっぱ加工してるから結構違いますね、こう見ると。はい、膝は以上だと思います。また思いついたらですね、追加で作りたいと思います。で、足首はですね、ぶつかったりしてなんか動きが制限されてる部分っていうのがないので、 DD はこれでもう十分かなと思います。ただですね、ジュラコンが見えちゃってるんで、これが気になるなっていう人はあんまおすすめしないんですけど、一応方法がありまして、ここをですねカットするっていう方法があります。 MDD は別動画にするんですけど、足の長さをですねちょっと加工しました。なんでかっていうと、こうやってですね、体育座りに何かを求めるわけじゃないんですけど、体育座りした時にここのすねの長さが結構長いのでですね、これを座らせた時にこうなっちゃうんですよね。すねが長いからぴったりくっつくようにすねを短くしようと思ったんですけど、これ以上短くするとバランスが悪くなりそうなんで、やめたんですけど、そんなようなことをするとちょっとこれが食い込むので、ジュラコンが見えにくいかなっていうので、やってみましょうか、せっかくですからね。ミクさんちょっとあっち短くなっちゃうんでごめんねって感じなんですが、ここに少し延長する余力があるので、じゃあですね、思い切ってですね 5mm ぐらい、これ100均とかで売ってるノコギリなんですけど、でカットします。はい、結構カットしちゃいました。なんかめちゃくちゃ硬いんですけど、なんでだろう。入った入った。でですね、これをこう加工した場合はですね、角を削ってあげないと入りづらいんで、こうやって角をですね削ってあげます。4000円とか5000円もするフレームにいきなりノコギリ入れるとかって頭おかしいかもしれないんですが、人柱ってわけじゃないんですけど、私も自分の中で疑問でずっと残るだけなんで、思い切ってやってみます。どうでしょう。あんまり効果がないように見受けられるんですが、気のせいでしょうか。なんでですかね、これ。5ミリ切ったんだからもっといいと思うんですけどね。もう一つですね、分かりました。これソフビがですね、これだけ厚いので、この内側を削って薄くしてあげないとダメみたいですね。じゃあまたカットする面をマジックで描くんですけど、ざっとですけどこんな感じですね。先ほどと同じ薄くする要領でこう斜め45度ぐらいにカットしていきます。でこれもスパーンっていかないように注意ですね。ここは内側のですね練習ができるので、ゆっくりですね、ナイフは動かさずソフビをこう動かしてカットするっていう練習が、これはとてもやりやすいですね。ソフビはこう1回で切った方が綺麗な断面になるんで、そういう意味も含めてあんまりこうぎっこんぎっこんやらないっていうんですか。じゃあこれでですね、1回組み立ててみます。もう少し中に入りますし、こう曲げた時に厚みがですね邪魔にならないんで、多分これ自然に曲がるかな。ほとんど変わってないですね。なんか気持ちの違いかな。逆にミクさん足短くなっちゃってごめんなさいって感じですね。はい。なんか足首は思ったほど加工する余地はなさそうです。あるとしたらさっきのこの内側の薄さをちょっと薄くしてみるっていうところぐらいでしょうか。続いてですね、この太ももがこう上げた時のこの上がり具合ですね、どれだけ上がるのか私もちょっと微妙ではあるんですけど、 MDD の場合はここの部分をソフビを薄くするとですね、これが結構上がるので、女の子座りした時にこう内ももを内側にこう引き寄せられるようになるんですね。今これ結構戻っちゃうんですけど、その加工がうまくいくのかチャレンジしてみたいと思います。股の部分は外皮が結構厚いので硬いんですね。ここは多分カットしちゃダメなところかなと思います。カットしようと思ってるところをまたマジックで描いてみたいと思います。この横っ腹の部分ですね、ここが多分柔らかくなれば結構足が上がりやすくなるかなと思うので、ここをカットしてみます。
動画の中でカットしてるところを一通りやってる方はソフビのカットがだんだん慣れてきたんじゃないかなと思います。だからなんだって話なんですけど、でここはですね、さっき言ってたソフビをこう動かすっていうのが結構難しいので、少しずつ切り込みを入れてる感じでちょっとやってます。もう同じように薄くなるようなイメージですね。ここは結構ですね、大胆にいけるんで練習にはいいかもしれないですね。手で触っても柔らかくなるぐらいになったらいいんじゃないかなと思います。これはまあ好みで。くれぐれもまたスパーンっていかないように、もう力はほんと適度な力ですよね。もっと奥の方をカットしたい場合はこうやってソフビを押さえつけてナイフが奥まで届くようにするとやりやすくなります。できるところとできないところがあるので、それはちょっと押さえつけてみないと何とも言えないんですけど、ここら辺なんかはだいぶ柔らかくなりました。ここがまだ硬いですけど、ここはちょっとカットできないんで、もう限界かなと。結構ギリギリ攻めてます。こんなに攻めなくていいと思うぐらい攻めてます。あんまり薄くしても可動があるところはこう擦れて切れちゃったりするんで、いきなりですね、あんまり削らない方がやっぱりいいんですよね。買い直しても結構胴体高いですもんね。7000円ぐらいでしたっけ。なんか結構高いんですよね、胴体。結構削れたと思います。ほら、こんなに柔らかさが違うんで、だいぶ違いますよね。またですね、めんどくさいんですけど、取り付けてみます。これで曲げてみます。あんまり変わんないかな。あ、結構変わりますね。こちらカットした方なんですけど、これが結構上がるようになりました。なぜかというと、ここはへこむんですね。柔らかくなったんで。はい、こういう感じで。太ももを胸の方に引き寄せるっていうのが可能になってます。加工してない方は先ほどのと同じなんで、ここが硬いので、ここまでしか上がらないっていう。結構これ効果違いましたね。膝を持つっていうのもなんかイメージ的にできるかなって。もうこれ以上頑張る必要はない感じかな。すごく薄くするといいと思います。1回でやらないで何回かやってみるのがいいと思います。これがこの股の加工ですね。で、裏の方は特段ぶつかるところはないので、お尻硬いんですけど、多分問題ないかなと思います。股関節はこれでおしまい。で、今度このお腹の部分なんですけど、お腹の部分はこう結構曲がんないんですね。もともと。それはお腹のこのベロが引っかかってるんで、
曲がらないんです。 MDD でちょっと試したんですけど、 MDD はですねかなりカットしました。っていうかもうベロがほとんどない感じ。ここまでカットするとお腹の動きこのぐらい曲がってですけど、背中がこういうぐらい丸見えになっちゃう。でお腹はこうやって開いちゃうんですけど、ここまで曲がるようになります。なのでこれをちょっとですねミクさんにも加工してみたいと思います。ちなみにこの加工はですね、水着とか肌を見せないっていう完全にポージング優先の加工になります。このベロですねあるとこれつける時にここにこう引っかかって結構こう洋服とか着せる時にこんな状態になるじゃないですか。だからここをそもそも短くするっていうのがよくある加工なんですね。でどれぐらい短くするかっていうと、さっき私は全部カットしちゃうって言ったんですけど、要はこういう動きをした時にこのベロンとめくれないぐらいですね加工するといいと思うので、このぐらいって何センチって2センチぐらいですね。これも線描いておきましょうか。まっすぐじゃないんでね、すいません。でこれもですねここ切りにくいんで、私はですねこういう切り方をおすすめします。これだとサクってこういう感じのナイフの角度で入れていくと怪我なく無理なくサクッと切れるので、はい切れました。これでちょっと試しに入れてみようと思います。でここが今度ここがぶつかるのでここを丸めればいいんですけど、多分さっきのベロが長い状態よりかはつけやすくなってるんじゃないかなと思います。じゃあですねここもですねどうやるかっていうとこんな感じのイメージですね。丸みをつけていく。でここでソフビをカットしたものを残しておくとソフビ盛りとかにも使えるので、ソフビ盛りをやるんでしたら一石二鳥ですね。ここら辺は角度が難しいので、よいしょよいしょ。ではこれではめてみます。でまだはめづらいんですよね。でですね一般的にはこの内側を薄くするんですけど、私はですねこの外側を薄くした方がいいんじゃないかなと思いました。なんでかっていうと外側を削った方がこう引っかかりがなくなって入りやすいんじゃないかなと思うんで、ここの部分は見えないですから見た目ですねあんまり悪くても問題ないっていう、分解してやればいいんですけど、ちょっと分解して組み立てるのめんどくさいんで、すいませんこんな横着なやり方で。さっきよりかは入れやすいんじゃないかなと思いますが、あんまり変わんないですかね。でもさっきよりかはこの出っ張りが内側になったんで入りやすいと思います。でこっちの方もですね同じようにカットしようと思うんですけど、ここも大胆にカットしていいと思います。はい、最初は様子見でソフビのカットの練習がてらやるといいと思うんですけど、でここの厚みもこっち側を削ってみますね。はい、こんな感じでこっち内側に薄くするようにカットしました。スポッて入りますね。スポッてちょっと引っかかりますけどだいぶいいんじゃないですか。ここをカットしたことによる曲がりやすさっていうのはちょっと違うかもしれないですがよく分かりません。
なんでかっていうと、ここが引っかかっちゃってるんですよね。だからMDD はここを少しですねカットしたんですけど、ここをカットするともう少しこう抜け反りが角度がつきますね。ここですね。ということでやってみましょう。ですね、ここはちょっと一柱やってみます。柔らかいので難しいですね。これ以前ですね、ちょっとテストでこの裏を薄くしちゃったんで、すごいカットしにくいです。これでここを削ったので、ぶつかるところがないのでですね、少し曲がりやすくなったと思います。首と手をつけてみたんですけど、これがですねこういう感じで曲がるので、こういうポーズって何て言うんでしょうか。ちょっとここ見えちゃうんですけど、多分これ切らないとですねここまで曲がんないんで、ここが垂直に曲がんないんで、ここ要カットなんですけど、ここまでカットすると垂直実現できます。こういう感じ。これは結構やってる人いると思います。ここの部分見えないんでね、やってるかどうかっていうのが分かんないんですけど、こっち側の向きはもうここがぶつかってるので、ここをカットすればいいので、ちょっとここもカットしてみましょうか。でもこれをやったからってもうどうなんだっていうところですよね。多分ここはもう限界かな。じゃあまあちょっと試しにやってみましょうか。どれぐらい効果が出るのか。お腹はですね、ここが一番細いので、あんまりカットするとですね、このバランスが悪くなるかなと思うので、そんなにカットはしない。このぐらいですね。やってみます。この部分厚みがあるので、この裏をちょっと薄くしておきます。こういうのを繰り返してると結構ソフビのカットっていうのが流れるんですよね。かなりここの見栄えは悪くなってますけども、はい、全然やっぱ曲がらないですね。これが曲がんないのか。そうかそうか。そもそもここがぶつかっても曲がんないんですね。ということで、もっと曲げたい場合は、さっきの MTD みたいにもうここを見えないようにするしかないんですね。じゃあ、せっかくなのでですね、ちょっとやってみます。私は洋服を着させることが多いので、ここが見えてもそんなに問題はないのでですね、結構大胆にいってみたいと思います。
れでかなり曲がると思います。これまっすぐいっちゃったんでかなり曲がるようになりました。これでやっぱりここがぶつかってますよね、多分。そうですね。もっとスマドみたいにここまで辺ぐらいまでカットしないとダメかしら。もうこれが限界ですかね。お腹はあとこういう動きがどうかっていうと、ここの部分がやっぱりぶつかるんで、もうこれだけやったらここもカットしても大して変わんないですよね。雑なのはですね、動画の尺の問題であんまり丁寧にやってると動画がちょっと仕上がらないんで結構汚くてすいません。後で動画撮り終わったら綺麗にしておきます。この脇の部分ですねをちょっと短くしておくと、多分この腰をくねっとしたポージングがしやすくなるんじゃないかなと思うんですが、あくまでこれが推奨というより参考程度、この、失敗例を踏まえて自分はどうしたらいいのかっていうのを研究材料にしてもらえればいいかなっていうような動画になってきました。でここも裏を薄くしておくと曲がりやすいので薄くします。もうカットしたら薄くするっていうのはセットですよね。ここのぶつかる具合がなくなったんでかなり曲がるんじゃないかなと思います。じゃああとちょっときれいにしてこのお腹の部分は終了にしたいと思います。首の部分なんですけども、このミクさんの SS 胸は以前短くするのとこの首の細くする加工でこの部分を薄くしてしまったので DDS の S 胸パーツがあるんで、それでカットの方法をちょっとやってみたいと思います。アスチャンチフレームをつけた時にせっかく首が動くんですけど、このソフビのここの部分の構造の問題でこれ以上曲がんないのでですね、これより曲げるやり方っていうのをどうするかっていうと、結構がっつりとした首の周りなんで、まずですねここの部分をちょっと切るみたいです。でこれどういうふうにいいかっていうと、ちょっとイメージ的にですね、こういうこの棒がもう少し後ろに倒れるようにここに切り込みを入れるんですね。で目印、ちょっとセンターずれてるんですけど、こうやって切り込みを入れるところにこういう感じで斜めに、これ全然元ですね。あとかな。棒が後ろに倒れるぐらい、このぐらいですね。これも一回一回試しながら切った方がいいと思うんですけど、でこの切り込みを入れるとこの曲がりにくかったところが後ろにもっとこう曲がるようになる。ただこの首がここが硬いので結局跳ね返ってですね、限度はあるんですけど、この切り込みを入れた分首が後ろに曲がりやすくなるっていう効果を狙って、これで気持ちいいですね。上向くようになったと思います。これが首の加工ですね。あとあんまりここに切り込みを入れると後ろから切り込みが見えちゃうんで、さらにどうするかっていうと、この内側をですねまた薄くカットしてあげます。
で、私の経験上この前はですね、カットしない方がいいかなって思いました。これでちょっと曲がりやすくなったと思います。これは個体によって少し変わってくるかもしれないんですが、ここの首の付け根がですね、結構硬いんですね。きっちり設計されてるんで、なかなか入りにくかったり、あと使ってるとこう浮いてきちゃったりするので、ここの部分をこういう100均とかのヤスリを使って、この穴をですね、少し広げてあげると、ここの軸が刺さりやすくなると思うんですが、ここはあんまりやりすぎるとですね、今度首がスポンスポン抜けちゃうんで、ちょっと様子を見ながらやった方がいいかなっていうところですね。またこの関節系でいきますと、この標準のものですね、結構きつく締めてもですね、こっちのこの ABS の樹脂ですかが結構ツルツルしてるので抜けやすいんですね。それを防止する場合っていうのは少し工夫がありまして、目の粗いヤスリでちょっとこずってあげるんですね。100均のこういうヤスリでもいいんですけど、この表面がツルツルしてるところをちょっとザラザラにしてあげるんですね。軽く表面がマットになるぐらいですね、やってあげると抵抗感が増してですね、こうちょっと抜けにくくなります。標準の状態よりかなり抜けにくくなってるんで、ネジを回してもあんまりこう抜け具合っていうのが変わらない場合は、こういう感じでヤスリで表面を削ってあげる。でさらにこれでもダメだっていう場合は接着剤ですね。瞬間接着剤とかの方がいいかもしれないんですけど、本当に薄く1回ぐらいピロッと塗ってあげるとちょっとだけ太くなるんで、その分ですね、摩擦抵抗が増して抜けにくくなるっていう、そういうやり方もあります。間違えても乾燥してない状態でこうくっつけない、必ず乾燥してから入れます。これも好みでやるといいと思います。あと全然ですね、あさちゃんと関係ないんですけども、私の手首パーツをちょっと見てもらうと分かるんですけど、こう結構しっかり入ってこの隙間がないと思います。これはどういうことかというと、全部加工しちゃってるか。全部加工しちゃってるんですけど、足首と同じでソフビが厚いままなんですね。なのでこの内側を削ってこの縁を薄くしてあげると、これをこうセットした時にこのジョイントの丸い部分がこの内側に入ってですね、手首が自然に見えるっていう。DD を持ってる方は結構やられてるみたいなんですけど、それをやるとですね、つなぎ目が見えなくて綺麗に見えるっていう効果があります。これ両手やってます。あとそういう感じで気になるところはもうないかなっていう感じですね。一応以上です。こんな感じでですね、いろいろ工夫するとさらに可動範囲が広がって、あとこのソフビのですね仕組みとか加工に慣れたりすると後々いろいろと役立つのでですね、こういったところを抵抗感ない方はですね、是非チャレンジしてみたらいいかなと思うんですけど、後半の胴端の部分については結構行き当たりばったりがあるので、これがいいかっていうとなかなか微妙なところはあります。ただもう洋服を着せてしまって可動だけを求めるのであれば、もうこういう加工っていうのはもうありかなって思うんですけど、
やっぱり水着とかも着せたいっていうのもあると思うので、胴の部分はですね、あまり触らない方がいいかなと思います。私はですね、この DD の首がちょっといつも太いなと思ってるので、ここの後ろをですね、カットして、こう細くするのと、あとここをカットして短くするっていうのをやっているので、結構ミクさんのこの首は細くてですね、短くなってると思います。これの加工の動画もですね、アップしているので、ぜひ興味ある方はご覧になってみてはいかがでしょうか。スマートドールみたいな首の細さにできると思います。ただですね、ここの肩のここの部分ですね、ここの部分はちょっと加工の方法が今見つかってないんで、肩を狭めるっていうのはまだできてないんですけど、またそういった方法も見つかればですね、紹介できればなと思っております。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。それじゃあ、またね、バイバーイ。